はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。正月にやった味の素短熟成の姿がまだ脳裏に焼き付いています。今回は以前、お肉でバター熟成した時に密閉率が高く状態が良かったので牛タンで試してみます。それでは早速やっていきましょう。こちらが今回用意した牛タンです。牛タンは綺麗な斜面をしています。これを滑り台として遊んだら楽しそうですね。ちなみに日本で一番長い滑り台は茨城県にあって、なんと長さ全長1188メートルだそうです。長すぎます。そしてこちらが今回の相棒、バターです。バターは牛乳に含まれる乳脂肪を集めて練って固めた乳製品のことを言います。バターって油で作られていると思われがちですが、牛乳の脂肪を集めたもので、成分の 80% 以上は脂肪です。そう聞くと体に悪そうなイメージがありますが、バターの脂肪は比較的消化が良く効率的なエネルギー源にもなります。世界で生産量消費量ともに一番はインドです。インドではヒンドゥー教の教義によって牛肉の食用が制限されているため、足りない栄養を牛乳やバターで補ったりします。牛の乳から作られるバターは子孫繁栄や浄化の象徴とされていることが由来としています。年間で600万トンほど消費するそうです。これは世界のバター消費量の約6割を占めます。ちなみに1人当たりで一番バターを食べているのはフランス人だそうです。インドは人口が多いので全体の消費量も多くなります。まずは固形のバターだとコーティングができないので鍋で温めて溶かしていきます。緩すぎてもダメなので氷水で冷やしながらちょうどいい粘度にします。バットにバターを敷いて、その上に牛タンをセットします。そこにバターをヘラでコーティングしていきます。これだけバターを見ていると少し胸焼けをしそうです。しっかりと密閉できたら、あとは冷蔵庫に入れて1ヶ月待てば完成です。それでは1ヶ月後。これまでの牛タン熟成は見た目がとても変化していたのですが、バターの密閉具合ではどのように変化するのか楽しみです。しっかりと固まって密閉できている気がします。綺麗なクリーム色でカスタードみたいで甘そうです。絵本とかに出てきても良さそうなビジュアルです。中を見てみます。お、柔らかい。味の素塩熟成の場合は牛タンが固まってオブジェみたいになっていましたが、バターは熟成前と比べて硬さはあまり変化していません。これは完全に密閉していたからでしょうか。断面を見てみます。ほとんど変化はないです。綺麗なピンクの牛タンです。それでは周りをトリミングしてカットします。切っている感じは外側の皮の部分が通常の牛タンより脆くポロポロと切りづらいです。周りをカットしてしまえば中の部分は通常の牛タンをカットしているのと同じ感触です。それではカットし終えたので食べてみましょう。いただきます。今日は韓国の恵まれたブラザーを飲んでいます。韓国ドラマや映画にありそうなタイトルです。ある日街で出会ったイケメンのお金持ちは実は生き別れになった双子の兄だった。そこから始まる禁断のラブストーリー、恵まれたブラザー、近日公開。ちょっと見てみたいです。中身はドロドロとした昼ドラっぽい色をしたワインカクテルです。ラズベリー味で結構甘めです。これを炭酸で割って飲むとちょうどよく美味しく飲めそうです。それではバタータン熟成食べてみます。網に乗せてみても通常のタンとあまり変わりありません。それでは実食です。皆さんも薄々気づいてるかもしれませんが、味に関しても熟成していないタンとほぼほぼ違いがありません。味の素や塩のように水分が抜けてねっとりする感じもありません。むしろ同じ時間真空していた牛タンよりドリップに使っていない分美味しいかもしれません。有塩バターを使用しましたが、塩気がタンについたりはしていません。バター熟成肉は海外のシェフも実践しているので、今後しっかりと確立される可能性もありそうですね。バターでコーティングすることによって完全に牛タンと外気をシャットアウトができていたので、お肉自体の酸化もせず、また腐敗もなく保存することができました。味の劣化もなく普通の牛タンと比べても美味しく食べられます。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。バタータン熟成いかがでしたか？マーガリンとかでも違いが出るのかやってみたいです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。